皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、芥川龍之介、老年。橋場の玉泉軒という茶式料理屋で、一中節の巡行があった。朝からどんより曇っていたが、昼頃にはとうとう雪になって、明かりがつく時分にはもう、庭の松に張ってある雪よけの縄がたるむほど積もっていた。けれども、ガラス戸と障子戸で二重に締め切った部屋の中は、火鉢のほてりでのぼせるくらい暖かい。人の悪い鳴かずの大将などは、鉄無地の羽織に茶の金通しのお召し揃いか何かで済ましている六金さんを捕まえて、どうです？一枚脱いじゃ、黒油が流れますぜ。と、からかったものである。六金さんの他にも、柳橋のが三人、大地の待合の女将が一人生きていたが、皆40を越した人たちばかりで、それに小川の旦那や鳴かずの大将などのご親族やご隠居が6人ばかり。男客は宇治修行という腰の曲がった一中の師匠と素人の旦那衆が7、8人。その中の3人は三座の芝居や三尊様のご上覧祭をしている連中なので、この人たちの間では深川の鳥羽屋の寮であった義太夫のおさらいの話や山城菓子の津藤が催した千社札の会の話がだいぶ賑やかに出たようであった。座敷は離れの15畳で、このうちでは一番広い間らしい。かごあんどんの中に灯した電灯がところどころに丸い影を神代杉の天井に映している。薄暗い床の間には、寒梅と水仙とが鼓動の瓶に塩らしく投げ入れてあった。軸は大義の筆であろう。黄色い芭蕉布ですすけた紙の上下を断ち切った中に、細い字で、赤き実と、見てよる鳥や冬椿と書いてある。小さな政治の香炉が煙も立てずにひっそりとシタンの台に乗っているのも冬めかしい。その前へ毛線を2枚敷いて床をかける代わりにした。鮮やかな日の色が三味線の皮にも弾く人の手にも尻尾に花火師の門がえぐってある華奢な霧の見台にも暖かく反射しているのである。その床の間の両側へ皆向かい合って座っていた。上座は師匠の修行で、次が鳴かずの大将、それから小川の旦那と順を追って右が殿方、左が婦人方と分かれている。その右の列の松座に座っているのがこのうちの隠居であった。隠居は房さんといって、おととし本家帰りをした老人である。15の年から茶屋酒の味を覚えて、25の前役には近平大国の若太夫と心中沙汰になったこともあるというが、それから間もなく親譲りの黒米問屋の心情をすってしまい、器用貧乏と持ったが病の酒癖とで、歌沢の師匠もやれば俳諧の天者もやるという具合に、それからそれへと微録して、ひとしきりは三度のものにもことを書く始末だったが、それでも幸いに、わずかな縁続きから、今ではこの料理屋に引き取られて、楽隠居の身の上になっている。鳴かずの大将の話では、子供心にも忘れないのは、その頃盛りだった房さんが、神田祭りの晩、肌守りに野地の村雨の浴衣で喉を聞かせた時だったというが、この頃はめっきり追い込んで、好きな歌沢もめったに歌わなくなったし、一頃凝ったウグイスもいつの間にか買わなくなった。変わり目ごとに覗きした芝居も、成田屋や五代目が亡くなってからは、
行く張り合いがなくなったのであろう。今も黄色い秩父の対の着物に茶葉型の帯で松座に座って聞いているのを見ると、どうしても一生を放蕩と遊芸とに費やした人とは思われない。鳴かずの大将や小川の旦那が、房さん、板陣道の、なんとか言った、そうそう、八重継ぐを聞く。久しぶりであの話でも伺おうじゃありませんか。などと話しかけても、いやもう、当節は、空育児がなくなりまして、と、ハゲ頭を撫でながら、小さな体を一層小さくするばかりである。それでも妙なもので、二段三段と聞いてゆくうちに、黒髪の乱れて今の物思い、だの、よさこいと勇姿を禁止で縫わせ、裾に清十郎と寝たところ、だのという、生めいた文句を二の登った影へ影へと回っていく三味線の音につれて、語ってゆく錆びた声が久しく眠っていたこの老人の心を少しずつ目覚ませていったのであろう。はじめは背を曲げて聞いていたのが、いつの間にか腰をまっすぐに体を伸ばして、ロッキンさんが浅間の情を語り出した自分には、恨みも恋も残り根のもしや心の変わりゃあせんというあたりから目をつぶったまま糸の音に乗るように小さく肩をゆすって脇目にも昔の夢を今に見返しているように思われた。渋いサビの中に長唄や清本に聞くことのできない艶を隠した一中の歌と糸とは幾とせとなくこの世に住み古して酸いも甘いも噛み分けた心の底にも時ならない情けの波を立てさせずには置かないのであろう。浅間の情が切れて花子の掛け合いが済むと房さんはどうぞごゆるりと挨拶をして座を外した。ちょうどその時ご会席で御前が出たのでしばらくはいろいろな話で賑やかだったが、鳴かずの大将は房さんの年を取ったのによくよく驚いたと見えて、ああもう変わるものかね。辻番の親父のようになっちゃ、房さんもおしまいだ。いつかあなたがおっしゃったのはあの方とロッキンさんが聞くと、師匠も知ってるから聞いてごらんなさい。芸事にゃあ器用なたちでね。歌沢もやれば一中もやる。そうかと思うと、新内の流しに出たこともあるという男なんで、元はあれでも師匠と同じ宇治の家元へ稽古に行ったもんでさ。駒形のなんとかいう一中の師匠、市長ですか。あの女とできたのもあの頃ですぜ。と小川の旦那も口を出した。房さんの噂はそれからそれへとしばらくの間続いたが、やがて柳橋の老儀の道明寺が始まるとともに、座敷はまた元のように静かになった。これが済むとすぐ、小川の旦那のこれ清になるので、旦那はちょっと席を外してはばかりに立った。実はそのついでに生卵でも吸おうという腹だったのだが、廊下へ出ると鳴かずの大将がやはりそっと抜けてきて、小川さん、内緒で一杯やろうじゃありませんか。あなたの次は私の八の木だからね。シラフじゃ第一腹が座りませんや。私も生卵か冷やで一杯引っ掛けようと思っていたところで、ご同様に酒の気がないと育児がありませんからな。そこで一緒に雇用を足して、廊下伝いに母屋の方へ回ってくると、どこかでひそひそ話し声がする。長い廊下の一方はガラス障子で、庭の凪や高野巻に積もった雪が、薄青く暮れ玉から、暗い大川の流れを隔てて、対岸の灯火が黄色く点々と数えられる。川の空をチリチリと
銀のハサミを使うように二声ほど千鳥が鳴いたとは、三味線の声さえ聞こえず、外も内もシーンとなった。聞こえるのは、藪工事の赤い実をうずめる雪の音。雪の上に降る雪の音。八つでの葉を滑る雪の音が、ミシン針の響くように、かすかなささやきを交わすばかり。話し声は、その中を忍びやかに続くのである。猫の水飲む音でなし、と小川の旦那がつぶやいた。足を止めて聞いていると、声はどうやら右手の障子の中からするらしい。それは途切れがちながら、こう聞こえるのである。何を拗ねてるんだってことよ。そう泣いてばかりじゃしようねえわさ。何？お前さんは紀ノ国屋のやっこさんとわけがある。冗談言っちゃいけねえ。奴のようなババアをどうするものかな。冷ましておいて、担当おわがんなはいだと。さあそう聞くから悪いわな。自体、おめえというものがあるのに、他へ女をこしらえて済むわけのものじゃあねえ。そもそもの馴れ初めがさ、歌沢のしのいで俺が我が物を語った。あの時、お前が、ふさ敵だぜ。年を取ったって住みへは置けませんや。小川の旦那もこう言いながら、細めに開いている障子の内を及び腰にそっと覗き込んだ。二人とも空想にはおしろいの匂いが浮かんでいたのである。部屋の中には電灯が影も落とさないばかりにぼんやりと持っている。三尺の平床には大徳寺物の軸が寂しくかかって、品水仙であろう青い目をつつましく吹いた発光鎮の水盤がその下に置いてある。床を前に置きごたつに当たっているのが房さんで、こっちからは黒ビロードの襟のかかっている八畳の小前垣を引っ掛けた後ろ姿が見えるばかりである。女の姿はどこにもない。紺と白茶と格子になったこたつ布団の上には、羽歌本が二三冊広げられて、首に鈴を下げた小さな白猫が、そのそばに香箱を作っている。猫が身動きをするたびに、首の鈴が聞こえるか聞こえぬかわからぬほど、かすかな音を立てる。房さんは、ハゲ頭を柔らかな猫の毛に触れるばかりに近づけて、一人、生めいた言葉を、誰に言うともなく、繰り返しているのである。その時にお前が来てよ。ああまで語った俺が憎いと言った。芸事と、鳴かずの大将と小川の旦那とは黙って顔を見合わせた。そして長い廊下を忍び足でまた座敷へ引き返した。雪は止む景色もない。